じゃあちょっとね、簡単にこの辺まとめていきますね。乗り心地とかハンドリングは WRV の方がね、もう相当に大人です。ここはやっぱり、2クラスの差と言っていいぐらいのね、差があります。逆にクロスビーは、フロントがね、すごくこう暴れん坊のようにちょっと荒っぽさがあるんですけれども、でもね、楽しい。ステアリングインフォメーションがあってね、それだけでも楽しいというのかな。自分はまあちょっとね、そんな感じを受けて、この辺が一長一短。で、静粛性は、クロスビーの方が多分高いです。で、あとそうね、乗り心地、で、エンジンは、まあ、ごめんなさい。言い方悪いんですけれどもね、一長一短っていう言い方をしなきゃいけないかな。あと今思ったんですけど、ブレーキはね、もう断然こっちの WRV の方が使いやすいです。これは、速度上げた時のね、速度調整から今の停止の瞬間までそう。クロスビーの方は、まあフロントが動きやすいのと、ペダルのストロークが長くて、奥の方のね、わずかなところで減速量がクッと立ち上がって、そこで、ブレーキのブースターがね、強まるような感じでクッと効くのがすごい狭い領域でコントロールしなきゃいけないので、まあ難しい。今ね、述べてきて自分思いました。結構ね、クロスビーの話してる時間が長かったと思うんですね。まあつまり、個性的とかね、車として特徴強いのは、間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。今日はね、WRV に乗りながら、スズキのクロスビーと比較していきたいなと思います。まあなんでクロスビーかっていうとね、インドつながり。まあスズキといえばね、インドで大人気。それから、まあこの車はインドからの逆輸入車ということで、まあインドつながりとかね、ちょっと今ヤリスクロス映像の2台は2024年式 WRV-Z プラス、それから2024年式クロスビーハイブリッド MV です。サイズも車格間も異なりますが、価格の近い SUV ということで、中心価格は WRV が210万円もしくは235万円。クロス B が208万円もしくは219万円。概要としては WRV が純ガソリンの 1500cc、駆動は 2WD のみ。クロス B は 1000cc ターボプラスマイルドハイブリッド。15万円高で 4WD も用意されます。また自動車税は 1000cc 以下の区分で、重量税も1トン以下区分になるのがクロス B の特徴です。これ嬉しいですよね。それでは本編。前半が乗り味の比較、後半が内装の比較です。比較その1、全体的な印象からいきます。全体的な印象からいきますね。両方とも SUV スタイルで価格近い。で、逆にボディのサイズは全然違う。これね、すごく大きな違いだと思います。まず WRV はミドルクラス一歩手前ぐらいの、4300ぐらいのね、ボディ全長で、全幅は1790とね、結構大きいです。で、乗った感じもね、やっぱりね、このワイド感が強調されていて、かなりね、大きい車に乗っているっていう感じしますね。逆にクロス B の方は、5ナンバー枠いっぱいまでない1670とか、そのくらいの全幅なんですね。で、乗った感じもすごくね、コンパクト。もうほんとね、手に馴染むような感じです。で、めちゃくちゃ大きな特徴で言いますと、洗練されているのは WRV。で、運転してすごく楽しい。いや、ほんとね、クロスビー運転して、自分ずっとニコニコだったんですけれども、そういうね、山道走るの好きとか、楽しい。そんなにね、キビキビしてるわけではないんですけれども、ステアフィールとか楽しみたいわっていうね、方には、すごくね、いいんじゃないかなと思うのがクロスビー。ここでね、もう全然違います。この WRV ね、多くの方が普通っぽいとかそれなりだよねみたいなレビューを上げられていますけれども、230万円ぐらいが中心価格として考えると、すごくね、洗練されている部分が多いです。逆にね、弱点として目指すところもあるんですけれども、それは少しずつ触れていきます。で、大きなところで言いますと、価格の割に洗練されていると感じるのがこっちの WRV で、コンパクトで、楽しい。とにかくね、ハンドル周りの運転が楽しいと感じるのがクロス B。で、クロス B、そうするとね、ちょっと割高に感じるところも出てきますけれども、その分ね、静粛性がいいんですね。このあたりの話をしていきたいなと思います。比較その2、乗り心地の違いについて。じゃあ続きまして、乗り心地。乗り心地は、そうですね、これが一番大きな差と捉える人が多いのかな。こっちの WRV の方が落ち着いています。硬いってわけではないんですけれどもね、
自分としてはサスペンションの動きがいいので、そんな硬さはなくてゆっくり動いてくれといった感じですごく好印象です。で、片輪ずつ段差を踏んだ時なんかも、ほんとね、片輪ずつタイヤが動いてくれるようなところが大きい車らしくてね、結構よくできているなと。つまり足回りに質感で言ったら、WRV かなり高いんじゃないかと。このあたりね、別の動画で述べてますので、よろしかったらそっち見てください。で、クロスビーの方はね、かなり独特です。個性的っていうのかな。まずね、ダンパーがかなり柔らかめ。で、バネは少し硬め。で、フロントがかなり柔らかめ。で、リアは普通に硬めっていったところでね、鈴木らしさもかなり強調されているような感じで独特なんですね。で、乗り心地自体は低速の時にはね、悪くないです。むしろ、助手席に座っていると、滑らかだねって感じられるぐらい。でも、段差とか行くとね、ガチャガチャしちゃうのと、あとかなりね、フロントがピッチングつって上下が大きいのでね、運転する人によって乗り心地が相当変わってくるなと感じるのが、クロスビーです。こっちのね、WRV は想像より全然上質な感じですね。学その3、静粛性に違いを感じます。じゃあ続きまして、静粛性。静粛性は、ごめんなさい、クロスビーの方がね、結構いいんですよね。これ意外ですよね。確かにホンダの車ってそんなに静かとは言われないというのはあるっちゃあるんですけれども、クロスビーがね、すごく静かでした。割高な分は、この静粛性のためかなというのとね、もしかしたらハスラーとの差別化で静かにしてるんじゃないかって感じるぐらいのね、どこ静かかなとかこうやって叩いたりなんかしていろいろ探ってみたりするぐらいのね、静粛性。そうですね、WRV は逆に何か弱点を一つ挙げるとしたら、静粛性になってくるかなといったところでね。クロスビーね、もう予想外でした。学その4、エンジン質感や加速感について。じゃあ次いきますね。次はエンジン。エンジンは WRV の弱点、静粛性と並んでね、ちょっとエンジンの振動がと思われるところがあって、これが、そうですね、ちょっとね、回転数上げると振動が出ます。3000回転から5000回転の間ぐらい、もうちょっと言うと2500回転から5000回転の間ぐらい、ここが、振動が目立ちます。で、クロスビーの方はアイドリングの時のね、振動が目立つ。WRV はアイドリング付近はね、とか1500回転巡航は振動目立たないんですけれども、ちょっとね、回転数上げると振動が出る。で、一応こっちの WRV はね、4気筒の 1500cc。で、クロスビーのは 1000cc ターボの3気筒ということで、エンジンレイアウトの若干差があってね、そこ、スペック上も差があるんですけれども、どうでしょう、どこで目立つ振動かといえば、普通乗ってる時は、クロスビー。で、回した時は、WRV といった感じでね、なかなか面白いですね。で、パワーの出方はね、基本的にはどっちもフラットトルク感。こっちの、WRV が NA 車らしからぬというかね、そんなにね、パワーの盛り上がりがしないです。もうだらっとというかね、同じように上まで回っていって、6000回転で自動シフトアップしていくようなステップ制御がされるっていうような感じで、クロスビーの方はね、ターボ車らしくないんですね。低回転で普通の NA 車の1300とか 1500cc みたいな感じで、で、時折ね、条件が合うと、5000回転でね、パワーがぐーんと盛り上がる時があるんですね。それが半々ぐらいかな、この前乗っていて感じたのがそんな感じなので、NA 車っぽい感じがすごく強いんですよね。このあたり一長一短、もうほんとキャラクター違いますね。学その5、トランスミッションの違いについて。で、あと言ってないのがトランスミッションか。トランスミッションいきますね。トランスミッションは WRV がオーソドックスな CVT。で、クロスビーの方が、ステップ式段付きの 6AT です。クロスビーが特殊ですかね。一般的な国産車と比べますと。で、WRV の方はね、もう必要な時にはね、ぐんぐん回転数を上げていく。それで、パドルシフトもついてるし、D レンジでもステップ制御があったりなんかしてね。運転お好きな方でも楽しめるような感じ。
で、クロスビーの方はもう 6AT っていうとね、その言葉だけでワクワクしちゃう。自分とかそういうところあって、でも乗ってみたらね、ちょっと残念だったというのもあるのかな。ちょっと旧世代的なというか、トルコンスリップが大きいというか、ロックアップが少ないというかね、もわーっと変わっていく感じで、あとね、フロントの動き大きいんで、ぴょこぴょこした動きも出やすくてね、思ったよりギクシャクもしやすいし、そうね、変速ゆっくりしてるし、マニュアルモード使ってもね、いまいち歯切れが良くない。そんなところでね、だったら CVT の方がいいんじゃないかとも思ったんですけれども、それで言うと、そうだな、こっちの WRV の CVT の方がいいのかな。といった次第です。比較その6、ハンドリングの違いについて。ハンドリングの部分からいきますね。ハンドリングは、ステアリングになるべくね、余計な衝撃を伝えてこないように上質感を強調しているのがこっちの WRV。で、逆にですね、パワーステによる制御っていうのかな、重くする方向も含めて結構ね、パワーステの味付け方と感じられるのがクロスビー。でもクロスビーの方は車がどっちに行こうかというところがね、ステアリングに伝わってきてすごく面白いです。具体的にはコーナーで曲がりながらとかで、アクセルを踏めば外側に行こうとする力が強まったり、アクセルを離せば内側に入ろうとする力が強まったりとかね、そういった部分が感じられてすごく楽しいのがクロスビーといったところでね、もう随分差があります。何を狙ってるかといったところでね。比較その7、内装の質感や使い勝手。ワンシーン入れてから内装を一気にいきます。ちょっとね、一応さらっとね、今日比較する2台上げていきますね。どちらも人気と思われる、グレードで言いますと WRV-Z が234万円、それからクロスビーの MZ が219万円、差額にして15万円ぐらいでしょうかね。価格近いです。税金はねちょっと違います。ですいません、ちょっとね乗ってる車の都合でそのグレードじゃないんですね。今日の WRV は Z プラスという最上級のグレードでして250万円、価色が違うだけとかね。で、クロスビーの方は映ってる映像はね、中間の MV、 それも10万円ぐらいの差で、ほんのわずかな装備の差なのでね、人気グレード同士と捉えてもらえれば幸いです。では内装、まずはインパネやメーターから。 WRV はオーソドックスかつ上質さが重視されているであろう作りで凝っています。クロスビーはミニバン的な開放感にポップな差し色でカジュアルな方向性を感じます。これはメインメーターも一緒。大人っぽい WRV のメーターに元気の良いスピードメーターを持つクロスビー。さらにシートも同様です。WRV は合成革が組み合わされるグレーの表地。クロスビーは、座った感じの質で言うと今一つなんですけれども、ハニカム状の模様だったりとか、シート下にバケツがあったり、合わせて助手席の方が振動をカットしてくれるクッション性だったり、で、エアコン操作部の操作性はたまたまなのか似ています。上下に動かすスイッチがね、似ています。見た目のこだわりとスイッチの質感的な操作感ではクロスビーが勝ると思いました。カチッてやった感じとかかな。で、苦手な部分、ちょっとずつね、上げます。WRV は助手席足元の構造が、ちょっと邪魔で、乗り降りの時に足が引っかかったりします。クロスビーは運転席足元のポケットが邪魔で、ここに足が引っかかったりとかね、比較すると面白い関係です。続きまして、見切り。前方はどちらもハイレベル。ボンネットがよく見えるので、目で見て寄せたりとか回ったりとかが楽です。ただ、両者ともにハイレベルであっても一番ではないのは隅までは見えない点。WRV は内側のプレスラインが外側のように見えたりして、クロスビーはボンネットがうねっているのとワイパーアームがね結構邪魔です。ほんの 1,2 センチでもね、ここの 1,2 センチは大きいです。それからタイヤの位置感覚はクロスビーが最高レベルで取りやすいです。で、WRV はドアミラーが気になります。高い位置に座るんだったら、SUV でね、高い位置に座るわけだから、ミラーは縦にサイズがないと成立しないわけでして、走行中にリアタイヤの位置がわかるようにセットできないのが痛いです。そうするとね、下ばっかり映すことになっちゃう。ということで、では次はリアシート。リアシートね、WRV のリアシートは250万以下で最高なんじゃないかってレベルで優れています。
特に成人男性だったら、圧倒的にこっちです。逆にクロスビーは広いしシートアレンジも豊富だし、でも比較すると小さい中で最大限という良さになります。着座感は小柄な方に向いています。で、ラゲッジスペース。ラゲッジはもうね、見たまんま、比較するほどのこともないです。でね、あえて言うと、WRV はトノカバーが邪魔だったりしたので、外して使いたいのと、クロス B は狭い中にアイデアが詰まっていて、多分お金もかかっている。そんな印象でした。で、そんなところでまとめなんですけれども、今ね、述べてきて自分思いました。結構ね、クロスビーの話してる時間が長かったと思うんですね。つまり、個性的とかね、車として特徴強いのは、クロスビーで、WRV の方がね、もう普通に乗れるようなところが大きい。といったところでね、どうでしょうかね。車好きだったら個性的とかね、刺激の強い車乗りたいわっていうのがあるんじゃないかな。そうなってくると、クロスビーいいですし、逆にね、同じ値段でなるべく上質なものをと考えたら、こっちのね、WRV すごくいいなと思います。値段だけ狙った車だよとかコストダウンがって言われますけれども、要所要所はね、すごく上質感がある。これね、ぜひね、他の動画でも見てください。他の動画でもね、詳しくはそっち述べていますので、そんな感じです。すいません、まとめのまとめのまとめです。一瞬だけね。乗り味では WRV が価格から想像する以上に重厚感が強くて、クロス B は逆にこれでも買ってぐらいに車らしさが強いです。誰にでも安心してお勧めできるのは WRV で、クロス B は輸入車的な個性とか面白さを求める方にだけお勧めしたいです。もしくは揺れやぴょこぴょこ感なんて気にしないから、とにかく柔らかい足回りがお好きという方かな。内装は大は小を兼ねるというのは乗り比べると多々感じます。荷物を積んだりとか人が乗ったりとかね。特にリアシートの着座姿勢や着座感、乗り心地。ここもやっぱり間違いないだろうと思うのは WRV で、でも一方で小さいがゆえの気楽さとか狭い場所での取り回しとか、結局ね、ないものねだり的になっちゃうのかなすいません、なっちゃいます。それで言うと、クロスビー、小さい中にアイデアが詰まってますし、静粛性は WRV より好印象で、ここが価格に反映されて商品として成立し、ライバルと比較できるようにできているななんていうのをね、思いました。ということで動画は以上です。よろしければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。